プライド月間の中、新たな姿で登場したプロトタイプ。これは、ある意味で公式が出した答えなのかもしれません。今回は、この異形なプロトタイプだけに絞って考察していきます。アートワークについて、この絵は、これまでポピプレのアートワークを手掛けてきたアンバー氏ではなく、モブのキャラクターコンセプトアーティストであるマックス氏によるものです。マックス氏は過去にも、ヤーナビーのコンセプトアートなどを投稿していました。この絵の中で、特に目を引くのはプロトタイプです。チャプター5で見た風貌とは、明らかに違います。鋭利な爪がなくなった腕、復元された左目、そして、雲の足ではなくなった下半身。どこをどう見ても、今までのそれとは異なります。では、この姿にはどんな意味があるのでしょうか。まず、プライド月間とは、多様性を祝福するために6月に行われる特別な期間です。この時期には、海外で大規模なパレードが行われることもあります。去年も、ポピプレのキャラクターたちが更新しているようなアートワークが投稿されていました。そう考えると、今年のアートワークも、その更新の様子を描いたものだと見ることができます。つまり、このプロトタイプは、パレードで披露される大道芸のパフォーマーに扮している。そう解釈することもできます。しかし、本当にそれだけでしょうか。モールス信号でベタープレイスという言葉をさりげなく仕込んできたモブです。だとすれば、今回の姿にも、ただの記念イラスト以上の意味があるのではないでしょうか。これまでの考察を踏まえると、このプロトタイプの姿には、ある重要なヒントが隠されているように見えます。本当の姿、もちろん、すべてが今までのプロトタイプと違うわけではありません。服装や全体の雰囲気は、作中に登場したプロトタイプのものです。だからこそ、私たちはこれをプロトタイプだと認識できます。ここで気になるのは、このプロトタイプがチャプター5で登場した本人なのか、それとも別の可能性を示した姿なのかという点です。ゲーム中での所業を考えると、プロトタイプがこの幸せそうな場に普通にいること自体に違和感があります。わかる範囲でも、彼を支持している存在はかなり限られており、他のキャラクターたちはほぼ反プロト勢力に見えるからです。ここに大きな違和感があります。しかし、マックス氏のコメントでは、このイラストについて、可愛い子たちをみんな幸せで楽しそうに描けたという言葉がありました。つまり、このアートワークのテーマは、幸せな瞬間だと考えられます。よく見ると、ハギーたちの腕は元通りになっています。下半身が接合されたドッグデーもいます。時系列で見るなら、主人公が工場にやってきた後、どこかで分岐したイフストーリーのようにも見えます。しかし、そこで気になるのがギブレットです。ドッグデーは修復されているのに、ギブレットは裏返されたまま描かれています。幸せで楽しそうな世界なのに、なぜギブレットだけは元の姿で描かれなかったのでしょうか。一見すると矛盾しているように見えます。しかし、ここにこそモブのミスリードがあるのかもしれません。隠されたモールス信号がある以上、このアートワークには、単なるお祝いイラストでは終わらない意味が込められている可能性があります。その視点で見ると、チャプター5でのギブレットの姿や、プロトタイプのジャグリングで割れたボールにも別の意味が見えてきます。あの割れたボールは、ポピーの頭部が破壊された場面を印象づけているようにも見えます。つまり、このプロトタイプは、単なる別個体やパロディではなく、チャプター5で登場した、あのプロトタイプを意識して描かれている可能性が高いです。では、なぜ姿が違うのでしょうか。ここで考えられる可能性は大きく2つあります。1つ目は、マックス氏によるイフストーリーとしてのデザインです。マックス氏はコンセプトアートも手掛けています。もともとアイザック氏が想定していたびっくり箱としての初期コンセプトとは違う点も含めて、今回の姿は新たに再構築された元々の姿として描かれた可能性があります。異様に長い足もスティルトと呼ばれる西洋竹馬に乗ったパフォーマーとして考えれば説明できます。2つ目は、プロトタイプのモデルになったおもちゃとしての姿です。つまり、プレイタイム社から販売されていた道化師のような子供向けのおもちゃ、そのおもちゃを器にして、オリバーを被験体として入れたものがプロトタイプだった。そう考えることもできます。もちろん、公式からはっきりと明言されているわけではないため、現時点ではわかりません。ただ、初期コンセプトから変更があったことはアイザック氏からも言及されているため、今後プロトタイプを考察する上で、この姿が重要な材料になる可能性は高いです。そして、この2つの可能性に共通している明確なポイントがあります。それは、雲の足がないことです。以前からこのチャンネルでは、プロトタイプとあいつについて考察してきました。プロトタイプには、もともと雲の足がなかったのではないか。プロトタイプは、
もともと上半身だけの存在だったのではないか。そう考えないと、足があった場面で矛盾が多すぎるからです。今回のアートワークで描かれたプロトタイプの姿を見ても、その考察とはかなり整合性が取れそうです。おもちゃの姿、ここでさらに一つ仮説を立てます。今回のプロトタイプの姿は、市販されていたおもちゃの姿なのではないか、という説です。そのおもちゃの名前はまだ不明です。しかし、おもちゃ巨大化計画は、孤児をおもちゃの中に入れる実験です。その名の通り、市販のおもちゃよりも、実験体たちは巨大な姿になっています。このことから考えると、プロトタイプも、もともとは何らかの市販のおもちゃを巨大化した存在だったと考えるのは自然です。さらに、孤児が入る器となるおもちゃは、おそらく何でも良かったわけではありません。その孤児が気に入っていたおもちゃであることが重要な条件だった可能性があります。つまり、自分の好きなおもちゃでないと完全には移植されない。この考え方は、プレイケアのポスターにも意味深に掲げられているように見えます。プレイタイム社は、工場らしく実験の土台作りを悪い意味で効率よく標準化しようとしていたのかもしれません。そう考えると、オリバーもまた、自分が強く惹かれたおもちゃでなければ、完全な移植はできなかった可能性があります。では、オリバーが選んだおもちゃは何だったのでしょうか。今回の姿だけを見ると、道化師のようにも見えます。ただ、プレイタイム社が子供向けの商品として展開するなら、もう一つ相性のいいテーマがあります。それが、海賊です。プレイタイム社は、子供に人気のあるテーマを取り入れておもちゃを作っていたと考えられます。エリオットがブロンを作った背景にも、恐竜ブームという子供にわかりやすい人気テーマがありました。もちろん、すべてのおもちゃが流行に合わせて作られたとは限りません。しかし、子供が憧れやすいテーマを商品に取り入れるのは、ごく自然なことです。女の子向けの代表がお姫様のようなポピーだとすれば、男の子向けの代表として海賊が存在していても不思議ではありません。これは以前の動画でも考察しましたが、プロトタイプのモデルには海賊の要素が含まれている可能性があります。モブは映画や小説からの引用、あるいはパロディをアートワークの中に書き込む傾向があります。ここで思い出したいのが、1985年の映画グーニーズです。スティーブン・スピルバーグが関わったこの作品は、少年たちが伝説の海賊の宝を探す冒険映画として知られています。そして、この物語に登場する伝説の海賊が非常に興味深い存在です。その名は、固めのウィリー。彼は、王宮道化師だった過去を持ちながら、やがてはみ出し者たちを集め、海賊となった人物です。王宮道化師、はみ出し者、固めの海賊。この要素を並べてみると、今回のプロトタイプの姿とどこか重なって見えてくるのです。雲の足。では、なぜプロトタイプは雲の足になったのでしょうか。その答えは、雲のような存在を取り込んだからではないでしょうか。プロトタイプの特性は、他のおもちゃのパーツを奪い、自分に取り込むことです。未完成な自分自身を完成形へ近づけるために、必要なパーツを奪って保管している。これまでにも、そう考察してきました。攻撃性と機動性を持つ雲の足を、危険なプロトタイプに科学者たちが最初から与えるとは考えにくいです。だとすれば、あの雲の足は、プロトタイプが後から自分で手に入れたものだった可能性が高いです。今回のアートワークで描かれた姿を見る限り、少なくとも元から雲の足を持っていたようには見えません。だからこそ、チャプター5で見た姿は、プロトタイプが後から足を取り込んだ結果だった。そう考えると、おもちゃだった時の姿と、チャプター5での姿が異なっていた理由にも説明がつきます。また、このアートワークには、もう一つ別の意図が込められているようにも見えます。ユールのタロットが印象的だったアートワークには、雲の額縁が描かれていました。その雲は、後にプロトタイプを象徴するものだったと公式で判明しました。しかし今回のプロトタイプを見ると、一見すると雲の要素はどこにもなさそうに見えます。でも、モブはちゃんと雲を書き込んでいたのかもしれません。それが、この異様に長すぎるプロトタイプの足です。足長雲。ダディ・ロングレックスという雲によく似ている虫。さらに、足長おじさんという作品では、主人公の女の子が孤児院でその人物を初めて見たとき、長く伸びる足の影だけを目にしていました。孤児院、長い足、正体のわからない支配者。こうしたイメージを重ねると、今回のプロトタイプの姿にも、ただのスティルトウォーカー以上の意味があるように見えてきます。今回のアートワークは、どちらかといえばチャプター6への直接的な伏線というより、チャプター5で描かれたプロトタイプを保管するものだったのではないでしょうか。先日のリリーの質疑応答も含めて、
まるでチャプター 5.5 のような印象があります。プロトタイプは最初から雲のような怪物だったわけではない。もともとは道化師、あるいは海賊のような市販のおもちゃの姿をしていた。そして自分に足りないものを補うために他のおもちゃのパーツを奪い、雲の足を手に入れた。そう考えると、チャプター5で見た異形の姿にも、今回のアートワークにも一つの線が見えてきます。今回の動画が面白かったら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。